ティグランドドジョンです。今回はナビ VS チャスマック GS というわけでね、日本対決ですね。非常にいいマッチング、世界大会でも行われた日本クラン同士の対決になります。スタイルカップっていうところのね、ローワーブラケットになっておりまして、もう負けたら終了というようなトーナメントになりますかね。そんな生き残りをかけた一戦、早速やっていきましょう。はい、というわけで先行ナビの方からガククイヒードラのリターンの呪文が入ってる形ですね。得意なやつ。シューターもセットというところ、タウンホールの方行くのか、イーグル砲の方行くのか、基本はその辺になりそうなんですけど、シューターセットってなったらね、基本空飛をタウンホールで落とすような軸になるかなとは思うんですけど、選択肢として、そうですよね、さすがにね。わざわざこの戦術をね、ファーストでやるってなったら、基本は空飛でタウン狙うことが多そうだなと思ったんですけど、で、6時の方もシューター置いてますね。で、スニーゴブでサイドカットやりながらというところ、エアスイーパーがこういう向きで吹いているので、ドラゴンの角度からすると、エアスイは逆行しないような形でやりたいとは思うんですが、3時とかも、じゃあね、12時とかありそうかな、全然これは。形として、今日は8時とかから来るのかな、入りはどうなんでしょう。難しいね。結構いろんな角度からできそうな気はしないではない。ナイスホーミングチェック。さあ、ここタウンホール、しっかりとインビジブルかましていって、ここは速攻のクローク。いいですね、ナイスクローク。呪文を使わない代わりにクロークを使っていって。クロスボウの方がこれ、えぐいね。ベビドラツインよ。さあ、ナイスベビー。素晴らしいです。なるほど、そっちの角度か。4時からですね。さあ、出てきたゴブリンは、ちょっと燃焼入りかけたんですが、足が速いので溶けて逃げていきました。さあ、ロケバルインドラ。1体のロケバルが非常に回収していきましたね。対空砲を切るような形でキングが入りつつ、ドラゴンがラバに釣られないように少し時間を、ガゴと間違えましたね、これは。キングに釣られて、クイーンが内側に入っていって、キングがフェニックスモード、ホーミングチェックをフェニックスがやってくれました。2体分回収してくれましたね。少し内側まで溜め込んでからのトーム。このレイジタワーに乗ったところと中心って結構スロアナもね、多いポイントなので、ロイヤルチャンピオンもここ混ぜてますね。スケルトンの呪文も打ちつつ。どうだろう、フリーズできれば左サイド巻き込んだ方が強かったかもしれませんが、さあ、ロイヤルチャンピオンがこれ、被弾を受けてしまったので、ここはインビジブルを中心部へ。結構諸説あるんだけど、俺、タウンホール14の時のクイヒドラとかって結構ドラパートにロイちゃん混ぜるの弱いと思ってたんだけど、ここでもう最終的にね、混ぜちゃうとね、ここでもう一回ロイちゃん欲しくなるんだよね。さあ、どうでしょうか。クイヒーの方にレイジ打ちつつ、ドラを延命するようなフリーズですかね、これは。ドラとオーデンが打たれないようなためのフリーズを打って、クイーンがね、射程的に届かないので上の方ってドラゴンで取ってもらうしかないんですけども。さあ、どうでしょうか。こうなると、上の方はドラゴンとオーデンで回収ができるんですが、下側のね、ここモノリスゾーンっていうところがね、ダイクがなかったので HP は落ちてるんですけどもって感じ。さあ、マルチまで突破していきつつ、さあ、ババーチャ出しつつ、インビジブルが、何もなくなったので殴れない。あんま見ないね、この展開。さあ、このまま終了。なかなか見たことないような展開になったかなと思うんですが。さあ、レンさんですね。これはもうね、お互いのクランがね、普段、僕のチャンネルだとね、日本最強の15人シリーズだったりとか、結構知ってる方も多いんじゃないかな、10人全員をっていうところですね。GS のね、対戦も何度か配信したことありますしね。さあ、61天才、対1クロスとマルチインフェルノっていうところを降りつつ、ゴーレムでこれはクイーンをタウンホールまで回しつつ、キングロイちゃんを4時ですね。透析ロイちゃんのところへ入れていく。キングでしっかりロイちゃんのターゲット取れましたね。ロイちゃんの方がただ防衛施設からのターゲット受けまくってるので、早めにフィストフォロー欲しかったところ。さあ、ロイヤルチャンピオンはブーメラン飛ばしつつ、援軍が出てきてますが、ストライカーが内側から殴ってくれているので、おっと、これはキングのところでクイーンが少し被弾を大きく受けている。クロークがもうすでに出ているぞ。ゴーレム使ったんでね、ここタウンホールまでは絶対に行きたいところ。さあ、フリーズも2発目打っていく。さあ、間に合うか。ストライカーが最強だ。あら。
ヘイストバルーンでいくかボマーですが、ここは呪文を使わないことをして、ヒールもね、採用されてるっていうところでね、通常の、浮いてほしかったが、逆にまだありか、それは。12時の方向からダブルパートスタートです。これはもう初手トームぶち込んで、行ってって感じですよね。エイスと初手トームぶち込んで、そうなるとこのマルチインフェルノにトームが使えなくなって、罠が固まってたとききついというところでヒール採用だと思いますが、上側の対地クロスの方にだいぶバルーン引っ張られてますね。9時のこの対空砲をね、削ったことでこのラバハウンドがこの辺を通って、このジャイアントは裏のね、ビズ島とかのターゲも取るようなイメージだったと思うんですが、ラバがしっかりターゲット取ってくれてました。やっぱりこのマルチに向かってないですね。中心部のテスラ森っていうところと、クイーンが少し残してしまったので、ボマーが使えなかったっていうところで、本来ケアできる場所ができずというところ。これはナビ側からすると美味しい防衛になりそうですね。パーセントの方でもね、最初のアタックがかなり高いところで終わったので、リードで折り返せそうですが、中心テスラっていうところはね、スケルトンインビジブルとかをね、ラバルで組み合わせるときに、中心部のテスラが出てくると、せっかく折ったマルチ IT のところ、結局バルーンそこ通るんかいっていう現象が起きるんでね。昔からスケルトンインビジブルだったり、もともとはね、ドーナツって言われてたんですけど、スケルトンインビジブルではなくてね、レイジスケルトン7発とか5発とかでね、グランジョーとなんか折ってったりとか、そういう戦術の時もね、あえて浮かしといて、マス目開けといてテスラを生やすみたいなね、そういう作戦がかなり流行ったんですが、それに近い発想でテスラがどっちから出てくると、80まで行って終わりぐらいかな、これは。80終了ですね。さあ、星さん。星さんがね、最近めちゃくちゃ絶好調なんですよね。レジェンドリーグの方もね、かなり調子が良さそうで、調子がいいところの騒ぎじゃないんですけど、かなり、調子が、シンプルに調子が良さそうで、対戦の方でもね、かなり前回を取りまくっていてね、ナビの中ではね、ダントツトップの成績を誇っているのが今の星さんですね。ウォームアップトーナメントも MVP を獲得したというところで、個人としてもかなり仕上がってる状況なんじゃないかなと思います。中心マルチのところを、スケルトン、インビジブル、グランジョーと合わせてなんですけど、怪しいぞ。クイーンに釣られましたね、失敗と。なるほど、そういう失敗のパターンがあったか。マルチ IT がスムーズに折れすぎた結果、コウモリがね、クイーンに打たれてしまった。そのね、クイーンに打たれたのを見て、スケルトンがクイーンをたけって動いてしまったっていうところ。一発分これ置かなきゃいけなかったのか。コウモリだけ打たずに、一発様子見るとかしなきゃいけなかったんですかね。ここはフィスト使ってくんですけど、イーグル砲までしっかり伸びてくれますかね。ターゲットが入らなければいけそうですが、どうでしょうか。微妙なところ。ゴブリンまで登場する。アイゴレも当てていって、バルーンも追加。イーグルまでは伸びなそうか。アーチャーとはバルーン切れば、もう間に合わないね。クイーンの方はここインビジブル。クイーンまで触りたいんじゃないかなっていう感じ。さあ、ドリル来た。ドリル採用結構発散多いよね。クイーン。そっか、クランジョー残ってんだ。クイーンまで触れたら全然 OK っすね。援軍残ったな、ラバ。インビジブルとかないので、ちょっとだるいが。投石のところにディギーとドリル両方の、クイーン頑張ったね。ラバ処理までやってくれたら結構熱いぞ。ロイヤルチャンピオンブーメラン放っていきつつ、タウンラバル、ラバストライカートームをタウンホールに合わせていくようなタイミングになると思うんですが、まずはフリーズをタウンホール合わせつつ、ラバストライカー入れていって、ヘイストからのフリーズトームで一気にタウンホールを撃破していくと。インビジブルタワーもね、ほぼ無効化するような形。フリーズは実際打たされてるので、どっちにしろタウンホールに打つからね。ちょっとバルーンは落ちてきてはいるんですが、9時の方もしっかりターゲット取れてるのと、これすごいな。イーグル4残ってる展開なんですけど、リカバリーとしてこれイーグル無視するという選択ですね。ただ終点にしっかり赤爆弾も置かれている。結構こういう攻め対策されてそうな雰囲気ありますが、それでもこれを押し切れそうか。オーデンついてるし。
さあバルーンは全部落とされたんですけど、これは自力で押し切っていく。多分これはね、想定されてた攻めじゃないかなっていう罠の置き方ですね。テスラとスケルトンがクイーンのところ、ロイヤルチャンピオンのところ、両方ぶっ刺さって、キングもね、イーグルのところまで伸びてないですからね。その上で全開取れてしまうのは、ただただの。おや時間切れですね。いやでも、対策されてるからね、すごいね。残念ながら全開までは伸びなかったんですが、さすがのアタックでしたね。さあ、よっちさん。ナビの方がね、97、98っていうところで超ハイパーセントになっているので、ほぼほぼパーセントでは勝てないというところ。最初がね、80っていうところだったからね。スニガブカットからのクイーン展開。結構ね、5番手に来るイメージも強いんですが、早めに来ましたね。ちょいちょいなんかよっちさんも早めに来る回があるような印象を最近受ける。少し火力も高くなってくるところ。基本的にはね、ヒーローと投石が同じ区画にあって、リクスケルトンだったりテスラが生えてくるっていうのがね、どの配置においても基本にはなってくると。ストライカー2体だし、クイーンの方はこれフリーズ使うことなく突破することができましたと。で、援軍のストライカーも連れてそこに対して先にね、処理ができたので、ポイズンの方もラバ処理にね、結構簡単に扱える。ポイズン、じゃねえや。ストライカーから殴られないラバ処理っていうのは結構スムーズにできますね。もう一度フォーミングチェックのバルーンを合わせつつ、キングの方をとりあえず動かしてるんですけど、このルート、マルチ IT とかまで狙ってるのか。ウォールブレーカー。まずはこれは奥をつけるような意味合いでの1枚目のウォールブレーカー。キングのあれにもなるしね。さあ、アーチャータワーの方が、ババで切れんの熱いな。さあ、奥を開けるためのウォールブレーカーなの。おっと、手間についたね。もう一回出し直すことで奥まで開けていきますが、ちょっと嫌な無駄遣いになっちゃった。作品はモノリスターゲット受けたので、フリーズとちょっと被っちゃった。あ、これいいラバの角度だ。いいラバの角度。これによってポイズンターンも解除しつつ、タウン裏のね、トルネードがあったら解除できるようなタイミングだったんですが、トルネとかは特になくというところ。レイジ置いていってタウンホールは一気のトム。オマーがこっから出てくる。クイーンのクロークがね、ここであればロイヤルチャンピオンまで勝利ができたポイントだったんですが、どうでしょうね、これは。ボマーがここで弾けてって、ヘイストをここに打っていく。バルーンもまだ6体手元にありますね。ストライカーがロイちゃんのところ刺さりつつ、インドラまでセットにいるので、これは処理ができそうか。マルチ、レイジフリーズ。ドラワナが赤が1個当たっていく。マルチの方が残りそうかこれは。ドラゴンライダー刺さったけど、くじが残るな。どうだヒーラーが神竹取って、インドラ劇的延命、ドラゴンライダー劇的延命があればって感じですが、無理だな。ドラゴンライダーめっちゃ HP 落ちちゃってるんでね、ここインドラの方もドラゴンライダーの方もターゲット入ってしまって9時ですね。ちょっとバルーン残り6体手元にあったんですが、9時が全部残る形。さあ、お互いにね、いいアタックが続くんですが、全開を取れないという、ちょっとね、苦しい展開ですが、ベルナウ3番手、クイヒーラバル61天才。天才の時はね、結構ユニットのマックス生かした方が良いんですが、オールブレーカー1体というところでね。これはバルーンたちの数を多めに採用することができていますと。モノリスインビジブルタワー折りのシューターでこのままタウンホールまで射抜いていくようなイメージだと思うんですが、クイーンも隣に置いて、かなり丁寧に事前の準備を行っているような印象ですね。迫撃砲のターゲットをしっかり拾いに行きつつ、シューターの燃焼ダメージが、惜しい。ちっちゃい大砲の方をここで切ることでタウンホールまでの誘導ができるんですが、どっちにしろって感じかな。このホグライダーで援軍を釣りに行きまして、ウォールブレーカーまでつけていく。さあ、援軍しっかり釣れましたね。
こでのラバ処理はどうでしょう。2タゲなんで、アーチャータワー、そうだね。バルーン出すかと思いきや、キングがここで使われるようなので、イーグルのタゲ取りも兼ねてキングですね。このアーチャータワー切んないとレイジで乗り切るのがね、結構、レイジなしで乗り切るのが結構しんどいんで、援軍守備。バルーンを出すか、キングを出すかというところですが、プラン的にそこ、黒くだね、これはもう。これするなら黒く。黒くが出てしまいます。12時の方からラバル、ホーミングチェックのバルーンはしっかり通していって、赤バックセットが拾えていく。美味しい。3ホールまでシューターが撃破してて、一気のここはラバルトームが12時繰り出されていくが、レイジこっちに打っていきましたね。ストライカーの方もしっかり入りつつ、バルーンがだいぶ逸れてるんですけど、どうでしょう。フリーズ、ラストフリーズですね。インビジブルが1枚残ってて、多分これロイちゃんに使うことになるかな。バルーンの数は結構ここまで残ってくれてはいるんですが、レイジタワーに乗ったマルチ IT がやっぱ強いっすね。だいぶバルーンは落とされていって、裏の、ここそうですよね。マルチのところを折るようなイメージでやってたんですけど、ソラスケにちょっとロイちゃんの手が取られている。どうだ、マルチまでロイちゃんがバレずに入りきった。そして投石のタゲも大丈夫。キングがフィスト残ってなぜかもうここまでいるんでね。いやー、ここで1本目の全開ベルナウ。うまいね。今のシューターの活かし方がめちゃくちゃうまかったですね。キングのね、役割として天才の食い火のサポートっていうのが結構強いです。さあ、リュウタくん。いつも言ってるけど、めっちゃタン食い火っぽい。リュウタくんの食い火はね、ほぼタン食い火が多いんですけど、どうでしょうか。さあ、このまま、タウンの方に持っていく流れですね。なるほど。正面からではなく角度つけて、で、突撃援軍釣りつつ、3G 入れてウォールブレーカー対1クロス前で入れていく流れになりそうかな、これは。ちょっと、クイーンに釣られたんで、でも対1クロス折れたのは偉い。めっちゃいい。うわ。それもったいね。ギリ耐えた。大砲の方をバルーンガゴで落としていくと。ホーミングチェックのバルーンも入れつつ、一旦3時入るの待ってるって感じですかね。そうなった時に、リクオーデンではなさそうですね。空の色ペットついてるっていうところ。さあ、ウォールブレーカー入れていきます。危ない、かぶるとこだったね。すごい量の巨爆出たんですが、ウォールブレーカーしっかり届きました。ウォールブレーカー多分、どっちに行くんだろうね。どっちのルートも選定できるんですけど、キングをどこに使うかによって、今後のね、クイーンの立ち位置を変えれるかなってところ。キングはこっちで、そうだよね。そこ入れると思ったんで、ワンチャンリコーデンとかもありなのかなと思って、ヒーローペット確認したんですけど、というわけではなく、フリーズまでしっかり間に合って、超高火力のところ。これ入った後にね、外膨らむんだよね。だからキングを外周部膨らませて、内側にクイーンを持ってくみたいな作り方もできるんで、どういう使い方するのかなと思って見てたんですけど、タウンポイズンが嫌な感じで入るな、これは。黒く。やばい、それ。ナイス黒く。フィスト使いつつ、スケルトンの呪文をね、ロイヤルチャンピオンの盾に使って、シングルおでんのところなんですけど、おでん像の竹が取れてないので、ロイちゃんがボコボコにされている。クイーンの方もさすがにモノリスからのね、ターゲット、回避策がなかったので、フリーズはあるんですけど、モノリス残りそうかな、これ。ヘイストもないとなると、このバルーンがね、安い逆光もここきついっすよ。渋々のフリーズを安いとかに打たざるを得ない展開に。渋いな、この安いが。ひたすらかかる。12時フリーズかけていきつつ、キングがね、一応残ってくれてるんですけど、どうでしょうか。ウォールブレーカーはしっかりと届かない。もう一回投げ直すしかなくて、フェニックスも発動しちゃってますね。テスラがウォールブレーカーで折れましたと。ちょっと伸び悩みましたね。87%。さあ、カズマくんも
おお、なんだこれは。クイラバなんだけど、ホグが7体入ってる。面白いですね。どっかをピンポイントでホグで削る。バルーンではなくホグを選択した理由があると思うんですけど、ドリルとホグ7体とロイヤルチャンピオンでちょっと伸ばそうみたいな、そういう意図ですかね、これ。面白いものが見れそう。まずはキングクイーンでサイドカット、イーグル狙いですね、これは。で、4時に食い火入れてタウンホールまで穴開けっていうところまでは確定だと思うんですけど、そうなった時にこの太一マルチとかに援軍連れた後に、ホグ、ドリルロイちゃんとかするんかね。本当はね、これボムターンの潰れる前までフィストあんまり使いたくないポイントなんですけど、フィストのタイミングとしては今が一番強いタイミングだったので、早めにフィスト打ちましたね。いいです。第1クロスがページターンに乗って、外れた。来ましたね、ドリル、やっぱり。でもドリルだけで見るかな、これ。そうだね。ここはドリルだけで見た後に、ホグロヒちゃんもどっかに刺すと思うんで、それ注目っすね。ジャイホグを3時に使って対空砲までカット。この辺うまいな。なるほどね。ジャイホグカットで3時の方をがっつり切っていって、ウォールブレーカーつけていく。うまい。これで食い火が3時の方に膨らまない。基本的に食い火のサイドカットキングでやることが多いんですけど、ジャイホグウィザードとかね、ちょっと工夫しつつワックスも結構使ってしっかりサイドカット。逆サイ、なるほど。ビッグおでん来たんだけど。マジインブあるよ。ここはインビジブルですね、こっちは。そうですね。いや、うめえ。ロイちゃんトーム入っちゃって、これはナイストームおもろ。フリーズ真ん中っすね、これは。クイーンの方は黒口でも、右間に合った。で、透析フリーズ。ちょっとユニットの方が薄くなってますね。呪文はたくさんあるので、とりあえず一生ここフリーズかけ続けること確定なんですが、おでん像の方も固めて、クイーンの延命ができればなって感じなんですけど、結局ここですね、1だけなんで。ロイヤルチャンピオンに、おで火つけて、おで火じゃない、おでんつけて、ホグもつけてっていうところで。いや、面白いな。これはすごいな。いい発想。こういうね、一工夫というところがね、クイラバにプラスアルファできるのがカズマくんの強みですね。ターニャロメ。いや、めちゃくちゃうまかったな、今の。うまーい。楽しいな、今のは。GS リーダー。日本最強のね、15人シリーズにも、新メンバーとして、3月シーズン入ってくれたニャラメですが、クイラバ採用。突撃艦を持ってるような状況なんですけど、タウンホールなのかなこの、フェイストバルーンを。ドカンと、マルチ IT まで折れたら熱いけど、折れましたね。ヘイストまで使ったんでね。対1クロス折ってから援軍処理と。ポイズンは使ってしまったので、アーチャーとガーゴイルでここフォローしつつ、キング12時入れそうな、そういう形ですね。いいレイジこれはちょっとそうですよね。怪しい。怪しいな。だいぶ怪しいな、これ。投石が残るような展開になってしまった。これも、最近のラバルね、クイヒーラバル結構入れてない人多いっすね、ヘイスト。さっきのね、リュウタ君のアタックもヘイスト入ってなかったんですけど、こちらもヘイストなしというところ。
シンプルに食い火の火力が結構、食い火対策が今、食いラバっていう戦術がね、一番使われるぐらいには流行ってるので、食いラバ対策として、やりづらくなってるところも多いので、それに対抗するためにフリーズの呪文を1枚増やした採用がね、流行ってるんですけども、こういうね、想定外の、ミスというか、逆走みたいなものがね、起きてしまうと、渋くなるのがターンホール15。そもそもね、どんな戦術でもね、想定外のことが起きると渋いんですけど、いやー、これは勝負ありかな。GS の方は4連での押し2というところ、ナビの方がね、2前回確定してるので、最終アタック星1取らない限りは、しかもね、最初の2人がパーセントめちゃくちゃ高いですからね。97、98というところ。日本戦。この防衛はほぼほぼ勝負を決めるような防衛です。さあ、ラストアタックはクラウスが残ってるという状況。おー、クラウス、スーパーディガー来ましたね。なんかすごいぞ、いろいろ。クリエイティブですね、いろいろ。カズマくんのね、クイヒホグも面白かったんですが、クラウス、クイヒホグってかスーパーディガーとリターンとスケルトン4枚というところで、配置がね、普段使われてるような、レジェンドとかね、そういうタイプの配置ではなくて、対策陣をね、GS 結構使うことが多いんでね。どちらかというと、普段見慣れないようなユニットが使われることもこうして増えてくるような感じですかね。スケルトンの呪文とね、スーパーディガーってマジで相性良くて、本当に相性いいんでね。どれぐらい伸びてくるか。さあ、ヒーラーが落とされて、ユニコーン落とされてしまったようなところから、いろんなところをスニゴブカットしましたね、今。で、9時にシューターだけ刺してるような状況です。さあ、1体のホグを出して、1点軍釣りに来まして、ゴブリン。結構見てると、ゴブリンラバっていうのがね、GS の配置っぽい。援軍セット多いね。さあ、9時にシューター。投石の方もしっかり捉えつつ、しっかりフリーズからの、これはクローク。ここはガクと一緒。このアーチャーの方でナイスと間に合ってないな、一体。惜しい。これは多分、ここクイーンかな。シューターの方が撃たれちゃってるけど、そうだよね、そこクイーン確定レベル。で、スケルトンを置いてからのスーパーディガー合流。で、なるほどね、うまい。9体になったわけだ、これで。さあ、援軍ラバもいるんで、ロイヤルチャンピオンね、ラバに当たんないような角度から出したいので、手元残してますね。別動で出しましたか。出さざるを得ないと。さあ、ストライカーまで混ぜての一気のトームをかけていく。いやー、強えな。スケルトンの呪文がね、いい感じにいろんなとこの防衛施設のタゲ取ってますね。クイーンのタゲもちょっと拾ってくれて、クイーンは余裕生まれたし、中心部もシングル IT とモノリスっていうところのね、タゲをね、スケルトンの呪文が受けてくれている。クイーンが入らないか。レイジフリーズ1枚、1、2で持ってて、インビジブルのタワー。これ、インビジブルタワーがね、スーパーディガーからすると結構厄介なんですよね。ただ、呪文がまだ4枠あって、ロイちゃん能力あるってなると、ロイちゃんキャリーができそうか。さあ、クイーンの方をレイジで、影取りを延命しつつ、3時の方まで伸ばしていくというところ、テスラまで降りたい。しっかり折れて、いったかナイスストライカー回収だけですが、そのそらすけ。折っていって、アーチャー回収、フリーズ1枚残していって。いやー、すげえな。ナイススーパーディガーだね。さあ、ガーサスですね。スーパーディガーというユニットを忘れてましたね。結構ね、ディガホグがね、ターンクイヒすると、やっぱり選ばれることが多いかなと思うんですけど、それと違うのが、スーパーディガーってやっぱり、そんなに、透過弊社必須じゃなくて、どちらかというと、透過弊社よりも他の兵器と合わせた方が強いなって個人的に思うので、今みたいにシューターで一区画削りつつ、呪文の方も余裕があるので、リターンの呪文を打ったりしたり、スケルトンの呪文4枚採用っていうところでね、ヒールを1枚も積んでないんですよね。これがディガホグと違ってスーパーディガーが HP が高いというところを生かした
ヒールゼロ戦術。最悪食い火にも打てるしね、最後みたいに。さあ、ラストアタック、キングを投石区画に入れるようなサイドカットをやりつつ、まだ出してませんね、ユニット。いや、今日ね、まあ、ケソカップのね、予選の後なんですけど、すごい仕上がってますね、やっぱり。ナビの方は、ナビも ?GS の方はね、ちょっと予選勝ち抜けなかったんですけど、ナビの方が勝ち抜けまして、仕上がってるね、ナビがね。カズマくんのあれと、クラウスのね、ティガホブといいアタックが見れて、すごく日本戦ってだけで面白いのに、すごく楽しい回になってますが、ちょっとロイちゃんがずれていく。ロイちゃんでここのマルチのとこね、見てたと思うんで、しかもゴーレムまでそっち行っちゃうんだ。ちょっとそのそれ方は嫌だな。さあ、ブーメラン放っていきつつ。さあ、もう一枚インビジブルで、マルチまで。まあ、狙ってたところまでしっかり折れたので、OK かな。さあ、インビジブルタワー間に合わないよね。OK。どっちにし、だったら折れてほしかった。さあ、ゴーレムが残ったままなんですが、イーグル砲のターゲはね、ゴーレムが取ってくれてるので、まあまあまあって感じ。さあ、後から遅れてボマーを中心部通るようなイメージで刺しつつ、ヘイストからの6時も合わせ。かなりバルーン当ててますが、どうでしょうか。ヘイストフリーズ2発というところ。さあ、ボマー次第でもありますが、インビジブルターがここで発動。いやー、バルーンだいぶ薄くなるね。残ってしまったシングル IT は、ドラゴンライダーが降り切って合流なんですけど、レイジのモノリスタワーがね、モノリスが強いね。反対だからね、バルーンに対してはそんなに強いイメージは特にないと思うんですが、HP が高いのとシンプルに攻撃力の高さで、バルーンが2発で落とされるのはきついね。いやー、惜しいけど。完封。はい、というわけでね、終わりまして、ナビ VS チャスマック GS、すごくいいマッチングだったんですが、13対10でナビ勝利と。いや、めちゃくちゃいい試合だったな。個人的に最近のナビをね、見た中で一番いい試合してたなって思いました。めちゃくちゃ面白かったね、特に。見てて面白いのは非常に大事なことで、やっぱりね、結構似たような配置が多く今の環境使われてるんで、GS の方がね、対策時に使ってきたっていうところで、ナビの方もね、攻撃の編成を結構いろんなユニット使うような感じになったと思うんですけど、その結果普段見れないユニットだったりとか、使われ方がね、見れたんじゃないかなと思います。タウンホールをね、打てるようなタイプの配置が意外とね、あって、タウンホール真ん中の配置はね、結構使われる頻度が落ちてきてるので、今結構ね、タウンホール端っこにある配置が多いので、リターンを使った食い火っていうのが、使用率が結構上がってきているっていうところ。で、それをね、スーパーディガーと合わせた、クラウスの攻めが今回はすごく良かったなっていうところと、カズマくんのね、ロイちゃん、おでひって言っちゃうわ。陸おでんのね、ロイヤルチャンピオンホグがね、面白かったですね。あの2つはね、ちょっと真似してみたいというか、どんどんね、他のパターンも見てみたいですよね。さすが世界チャンピオンの横綱相撲というような感じでしたが、はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。またね、さよなら。